ここまでねカヌーの説明、パドルの説明とかしてきましたけども、今度カヌーに関する小物の説明ですね。例えばセルフレスキューの道具とか、あとウェアとかね、そういったものがありますので簡単に説明します。リバーカヤックはね、どっちかというとエスキモーロールっていう技術の、レスキュー方法がやっぱり習得していただいた方が一番いいんですね。でパドルを使ってそのパドルの水に使う抵抗で起き上がる方法があるんですけども、これがエスキモーロールっていう技術なんですけども、今日はちょっと今陸の上なんでお見せできないんですが、でもそれ習得しないとカヌーが乗れないのかというとそういうわけではなくて、それをカバーする、小物があります。例えばシーカヤックとか、ああいう長い、船ですね、それで、に使うパドルフロートっていうこういう道具があります。これどういうふうに使うかっていうと、パドル例えばこういうふうに差し込んでいただいてギュッと縛りで、これチューブついてますよね。これ何かというと空気を入れるんですね。でこの部分に空気が入ります。でパドルの反対側に浮き袋がつきました。はい。でこの反対側をじゃあ今度船に取り付けて押さえつけて、例えば船がこう横にあります。でパドルがこう来ます。 T 字型にセットするんですね。で船に押さえつけるようにして安定させて、でコックピットのすぐ脇に這い上がって、這い上がったらコックピットの中にある水、これを汲み出す道具ポンプ、これで押しても引いてもこう水が排出されますので、乗り込んだ後はこれで水を出してなくなったらまたこぎ出すという、こういうね道具があります。これツーリングカヤックとかそうですねシーカヤック、そういったのでも使えるかな。こういった道具がエスキモーロールという技術持っていなくても、役に立つ道具ということで一応覚えておいてください。はい、次にじゃあでっかいカナディアンカヌーがひっくり返ったらじゃあどうするか。これはね足が立つとこだったら起こしてねなんですけども、あとは岸に引っ張ってって水を開けてまた乗り込むとか、そういう手段しかこのモデルに関してはできないと思います。だから例えばこういうふうな形で、私手作りでこれ車のウィンドウウォッシャー液の容器なんですけども、そこを切ってバケツに水を汲み出すバケツを作ってあります。こういうのを一緒にセットしておいたりとかね。あと船の先端にですねこういうロープをちょっと縛り付けておきます。で例えばこういったところですよね。これも親指でギュッギュッと船の先端に縛り付けておいて、セットしておきます。で万が一ひっくり返りました。どうしよう、まだ岸まで遠いね、そういう時にここをセットしたロープをほどいて端を持って岸までとりあえず人は先に泳ぎますね。で岸にたどり着いたらロープを使って船を手繰り寄せて、そこで水を出して再乗艇するという、でそういう道具をね前もって用意しておくとまたレスキューがねやりやすくなりますので、それを一つちょっと覚えておくと役に立つと思います。はい。あと例えば複数人がいるとかそういう場合はレスキューロープとレスキューベルトっていうのがあります。これが自分の体にこういうふうにセットしておきます。でベルトは簡単にこれで押さえつけてるだけです。でこの後ろにロープが収納されています。でだいたいこのぐらいでしょうかね。
でちょっとテンションがついているベルトがついてます。で例えばこれを船に引っ掛けて、でやっぱり泳いで船を、岸に引っ張り上げるっていう方法もありますし、あとはリバーカヤック同士のツーリングだと、結構複数何人かはチンをして脱堤してしまうケースがあるんですけども、その時に、脱堤された人の船を引っ掛けて、で漕いでる人はこれで岸まで、まずたどり着いて船を引っ張り上げます。で脱堤した人は、やっぱり各自ライフジャケット着てますので、これで浮力があるわけですから沈みません。なんとか自力でね岸までたどり着いて、で先ほどグループでレスキューされた人と合流をしてまた船に乗り込むという、そういう手段もあります。あと最初からちょっと危なそうなポイントを通過するような時にですね、上手い人が先に陸上に上がります。でこういったこれ大体20メーターぐらい入ってるロープなんですよ。ここからこういうふうにロープが出ます。で前もって危ない場所を通過する時に場所で待機します、で万が一があったら危ないなと思ったらひっくり返ったと思ったらポーンと投げちゃうんですよ。でこれ捕まれということでこれで引っ張り上げて、助けるっていう、そういう使い方ができるようになってますので、こういう道具は慣れてきたら一通り持っていただいた方がいいと思います。あとこれも他人の船に引っ掛けて引っ張るわけなんですけど、万が一何かの障害物が途中にあって自分の身が危ない、これが引っかかって取れないとかっていう場合はこの黄色いボタンを引っ張ってください。簡単に解除できます。で自分の身も前もって助けることを想定した、セットの仕方になってますんで、こういった道具をきちんと使いこなせるようになるっていうのが、安全にねカヌーを楽しめる道具の一つかと思います。あとそうですね、流れる川でツーリングをする場合必ずこのヘルメットが必要です。エスキモロールさっきね話出ましたけども、川底に向かって頭が沈むわけです。その時に岩とかあった場合ね怪我とかしやすいので、こういったヘルメットをかぶっていただいて、自分の頭を守るっていう道具ですね。はい。そして、今度はスプレーカバー。これツーリングカヤックであんま使わないんですけども、リバーカヤック赤い船ですね、あれにエスキモーロールするために船の中に水が入っちゃうとなかなかできないんですよ。だから水が入らなくするためのカバーですね、コックピットカバーって言います。で胴の部分はこれちゃんとお腹に合うように穴が開いてます。でこの広い部分をコックピットの縁に引っ掛けてですね、水が入らないようにする、そういう工夫がされてます。で結構伸びるのでバンバンぴったりとフィットするように取り付けてくださいね。はい、こういった道具があります。はい、あとはこういったちょっとした防水バッグですね。細長いコンパクトになる、船の中に突っ込んで自分の貴重品とか、そういったものを濡らさずに携行するためにはこういったものにこうくるくるっと巻いてこういうふうにねセットすると貴重品なんかは濡らさずに、持っていくことができます。はい。こんなのがあると大体カヌー、一通り遊べるんじゃないかと思います。あとは